今回は、ドキュンな人々に関するお話を2本ご紹介します。まずはこちら。自宅の庭でリードに繋いだ犬が消えた。後日、ある子供が似た犬を抱いていて、家族みんなが可愛がっている愛犬のトイプードルが盗まれた話。もともと犬が好きだったんだけど、母からの許可が下りてやっと飼うことができた。ペットショップで買ったトイプーは本当に可愛くて、我が家のアイドル状態。うちは母と父と私、そして弟の4人家族だったんだけど、誰が散歩に行くかってよく争っていた。そして朝は弟や父、夕方は母と私が交代で行くようになり、最初は犬を飼うことにも反対していた母はトイプーを見た途端メロメロになった。しばらくして私が夕方に散歩に行くと、近所でドキュンと有名な小学校高学年の子供たちが話しかけてくるようになった。子供たちは、ねえねえ、俺にも犬を散歩させてくれよ。俺もねえ、貸してよと私の後をついてくる。ごめんね、危ないから、と丁寧に断るものの、散歩の間ずっとくっついてきては、同じことを繰り返された。聞けば母の時もそうらしく、ある時は母の手から無理やりリードを奪おうとしたという話を聞いて、危機感を感じ散歩コースを変えた。すると散歩コースにいなかったからか、しばらくするとうちの家の前をうろうろしている姿を見かけるようになった。朝の時点ではいないようなので、まとわりつかれるのも鬱陶しいし、しばらくは夕方は広い庭で遊ばせることに。ある日いつものように庭で遊んでいると、家の中で電話が鳴ったので、とっさに庭にいくつか置いてあるリードの引っ掛け部分に引っ掛けて中に入った。そして電話に対処して戻ってくると、犬がいなくなっていて、パニックになった。確かにその場を離れたけど、犬の体にリードをつけてあったし、引っ掛けの部分は犬じゃ絶対取れない。なのにどうしてと外に出て必死に探した。でも見つからなくて、次々に家族が帰ってきて、私は泣きながら事の顛末を話し、その後全員で捜索。でも見つからなかった。私は落ち込んでその夜深夜まで探したけど、見つからなかった。でも数日後、近所の人がドキュンの子供たちが、うちの犬に似てる犬を散歩させていたと教えてくれた。近所の人が似ていると言ったのは、その犬がバリカンでめちゃくちゃに毛をカットされて、変なモヒカン頭になっていたからだそうだ。それでも私は、すぐにドキュン宅へと行った。そして家に到着するなり玄関先で、こちらにうちの犬がいませんか？すると奥の方からドキュンの母親が出てきて、は？知らないわよ、そんな犬、と言って子供たちにも犬の存在を知ってるかと聞いた。しかし子供たちも、知らない、そんな犬知らねえ、って全然話を聞いてくれない。でも突然来て勝手に上がることもできないし、本当に知らなかったらこちらが悪くなってしまうので無理強いもできない。結局その日は帰るしかなかったけれど、その夜家族に相談してみんなちゃんと確認したいとの思いで一致し、数日間ドキュン宅を見張ろうということになった。そしてすぐにその日は、やってきた。私がドキュン宅を隠れて、見ていると、そこからドキュンの子供たちが、犬を散歩するために出てきた。その犬を一目見てすぐにうちの、犬だと分かった。確かにバリカンで変にカットされて入るが、どう見てもうちの犬。そして私を見た瞬間、嬉しそうにワンワンと吠えて、尻尾を振った。その犬、うちの犬ですよね、と出て行ったら、慌てて抱きかかえて。ちげえし、もらった犬だし、そんなわけないです。変なカットになってるけどこれはうちの、トイプーよ。そう取り返そうとしたら、私の足やお腹を思い切り蹴ってきた。それでも私は犬を、ぎゅっと抱きしめて、亀のように背中を丸め攻撃から犬を、守った。返せよクソババア。そうだ、この犬は俺たちのものだ。そうこうしていると近所の、人たちやドキュンの母親、そしてうちの家族も駆けつけてくれた。こいつが俺たちの犬を奪ったんだ。ちょっと、何を、してるのよ。うちの犬を返してちょうだい。この泥棒、ドキュンの母親が丸まった私の、犬を取ろうとしたところ、うちの母親が、娘に何してるの？ってドキュンの母親に猛抗議して、私から遠ざけた。そこで私は、この犬は私たちの犬です。血統書も、病院の記録も全部あります。あなたたちは持っているんですか？もらったものだから知らないわよ。とにかくうちの犬だから返して、と言い争っていると、近所の人が私に加勢してくれた。私、この犬をこの子たちが私子さんの、家から抱いて出てくるの見ました、と言い出した。すると他のご近所さんたちも口々に、そういえばこのワンちゃん、格好が随分変になったけど、確かに私子さんちのトイプードルにそっくりだわ。じゃあこの人たち犬を盗んだの？とざわめき出した。体裁が悪くなったドキュン派なんと、今度は、ふざけないで、こっちはこの犬を、保護してやったのよ。だから今まで保護してやった分の、費用100万よこせ、と言い出してみんなあぜん。さらに、
大体この犬は、うちなんかより、ずっとドキュン宅で過ごしてた方が、幸せだったとか言い出して、みんなからソース感。私はもちろんだったが、家族が激怒していて、いくら子供のやったことでも、許せることじゃない。まして子供たちが私の体を、靴で何度もボコボコ蹴ったことも、許せないと警察を呼ぶと、言い出した。すると急に真っ青になるドキュンの、母親。そんなことでいちいち通報なんてしなくて、いいでしょ。たかが犬のことなんだしもう返したんだから、そんな問題じゃないし、たかが犬じゃない。この子は家族だ。それに子供とはいえ娘にやったことは許せない。するとあわわと慌てる母親だが、父は構わず警察を呼んだ。そして間もなく警察が到着したのだが、なんと現れたのはドキュンの父親で、この状況が全くわかってない様子。そしてうちの父が事の顛末を話すと、めちゃくちゃ驚いてドキュンの母親と子供に、どういうことだ、聞いてた話と違うじゃないか。飼い主が飼えなくなったからうちが引き取ったんじゃなかったのか。まさか人の犬を奪ってきていたのか。と顔を真っ赤にして怒り狂って、詰め寄っていた。母親の方は旦那の剣幕にぐるぐる震えて、子供たちがこの犬を欲しがってたから、欲しがってたからって人の犬を取るなんて犯罪行為だぞ。お前はそれでも親か。ごめんなさい。ドキュンの子供たちと母親は公共の場で公開処刑され、その後警察官である父親は私たちに土下座をして謝った。私たちも謝ってくれたからといって、こんなにも姿形を変えられてすぐに許せるわけもなかった。だけど父親が警察官ってことと、きちんと常識を持って対応してくれる姿勢を見せてくれたので、なんとか事件にはせずに、私への暴行も含めて、示談という形で父が終わらせた。なんでうちの子を狙ったのかについては、このドキュンママ、子供が欲しいものは、何でも買い与える人だったんだけど、子供たちがどうしても欲しいと、毎日せがんだのがうちの犬だったようで、ペットショップにも通ったけど、やっぱりうちの子がいいって聞かなかったんだって。で、犬くらい盗んでも、違う、って、言い張ればバレないだろうって、気持ちで連れて行ったらしい。旦那さんも、子供たちだけでなく母親までもが、もらった、と言ってたから信じてしまったらしい。その後ドキュンの母親の方は私たちへのすべての慰謝料を自分で払わせるために、早朝の仕出しのバイトと、昼から飲食店のバイト、夜は居酒屋のバイトで働く羽目になった。子供たちも自分たちの罪を分からせるために、すぐに夏休みにはいる時期だったんだけど、その年の旅行もなしにして、田舎の祖父母の家で朝から晩まで勉強させられることになったそうだ。もちろん友達との交流もなし。子供たちも毎日泣いてるって話だけど、祖父母がしっかり目を光らせているって話。愛犬が戻ってきた私たちは、みんなで涙して喜び、とりあえず行きつけのペットサロンで、カットして整えてもらった。まさか自分の家の庭から強奪されるとは、思ってもみなかったけど、本当に帰ってきて安心したよ。続いてのお話はこちら。中学の時の話、クラスメイトに不良女グループがいた。どうやらそのリーダーの女には彼氏がいるらしく。中学の時クラスメイトにドキュン女グループがいた。いじめはするわ、カツアゲはするわと、ものすごいドキュンっぷりだったが誰も、止めることはできなかった。なぜならそのグループのリーダー S が、当時地元で、一番の不良高校の、ヤンキーと付き合っていたからだ。みんな報復を恐れてドキュン男グループでも、逆らえなかった。ある日俺の友達の B がたまたま口答えをしてしまい、S の逆鱗に触れてしまった。ぶち切れた S は彼氏にボコられたくなかったら、来週までに10万持って、来いと脅した。誰も B を助けることできず B は、どうしようと苦しんでいた。なんとか B を助けようと考えたんだが、俺の近所に昔から兄のように、慕っていた D 先輩がいた。その先輩にダメ元で助けを、求めてみようと。B と一緒に D 先輩の、家に行った。D 先輩の家に何年かぶりに入ったんだが、その時 D 先輩がそのヤンキー高校に行ってたと分かった。たまたま D 先輩の友達が2人遊びに来てて、一緒に B を助けてもらえないかと、話を聞いてもらった。ことの詳細を伝えたら D 先輩が、少し驚いた感じでこう言った。S のことはよく知っている。その彼氏っていうの多分俺だわ。その時俺と B は、ビビった。もしかしたら D 先輩にしばかれるんじゃないかと。でも、よくよく話を聞いてみたら、D 先輩たちは S とそのグループによく懐かれているだけだと。しかも内心うざいので相手にしていないとの、ことだった。でも、もしかしたら本当に彼氏がいるのかもしれないということで、調べてみるということになった。そんで次の日 D 先輩から電話があった。どうやら S たちはそのヤンキー高校の、ヤンキーたちに近寄って、いろいろ付きまとっているらしかった。
付きまとわれている人たちの大半がうざがっていて、彼氏と呼べるような人はいなかったらしい。S たちは彼氏がいるんだと、嘘を言って、クラスメイトを脅していたことだと分かった。そのことが判明した次の日、S のグループが帰った後、クラスメイト全員を集めて、詳細を暴露した。ドキュングループだけではなく、S たちからいじめを受けていた奴らはブチギレ。すぐに囲んでボコロ打って話になったんだが、どうせなら B が10万円を渡すことになっているので、その時みんなで反撃をしようということになった。次の日からは、S たちを見ていてムカつくのを、通り越して滑稽でしかなかった。後ろ盾がないにもかかわらず女王様ぶっている姿が、間抜けだったからだ。S たちが威張り散らして教室から出た時は、クラスみんなで大笑いだった。いよいよ B が S にお金を渡す時になった。B は一人で体育館裏に来いと言われていたので、俺たちはみんなでいろんなところに隠れて様子を見ることになった。そんで S たちが来た時お金を渡せと言ってきたんだが、B がニヤニヤしてみんなを呼んだ。クラスみんなで囲まれた S たちは、さすがにビビっていたがすぐに開き直って、私らに手出したら彼氏とその仲間に、ボコられるんぞ、と S が怒鳴った。でもみんなは大笑いしてバカじゃねえのと、バリ雑言。もうすでに彼氏なんかいないことの、裏が取れていることを言われて、S たちは大泣きしながらファビョってた。結局あまりにも S たちが、アホすぎたので暴力沙汰にはならなかったが、今までカツアゲしてきた分を、返済することで決着はついた。しかし S たちの地獄は、それからだった。S たちの言動を録音していた奴がいて、休憩時間とか教室で、流したりしてみんなで笑っていた。S たちは顔を真っ赤にして、泣きそうになって教室に入れなくなった。結局 S たちは卒業まで、誰からも相手にされなかった。ちなみに S たちとつながりがあったヤンキー高校の何人かは、S たちに利用されていたことに腹を立て、S たちに報復しようとしたらしいが、D 先輩がなんとか丸く収めてくれた。さすがにバリバリのヤンキーが報復となると何をしでかすかわからないので。ただ、S たちはきっちり D 先輩に締められたとか、